こんにちは、まげです。今回はもはやこたつ電気掛け布団というのを購入したので、こちらを試してみたいと思います。意外に小さい段ボールで来ました。ちなみにシングル用です。それでは早速開けてみましょう。オルファン開口。なんだろうこれ。保証書説明。コントローラー配線ですね。こちら入れて回す。こっちが刺す。お、ふわふわ。ふわふわですね。気持ちいい。ちなみに今、下はシングルベッドじゃなくてセミダブルベッドの上で今開けてます。シングルで幅が150が 2m10 ですね。部屋の温度は16度なんですけど、もうすでにあったかい気がします電気入れなくてもあったかいんですね。でこれをつなぐと、重さは約 2.4 キロだそうです。コントローラーなんですけど、こう頭の方に持ってるんですが、操作するのはちょうどいい距離感で、ただトイレ行くときは右側にもあるんですけど、右側は結構邪魔ですね。左側から降りる、ベッド降りるっていう感じですかね。値段はシングルで9999円でした。商品名がもはやこたつ電気掛け布団ということなので楽しみですね。と、その前に機能を見ていきましょう。丸洗い OK で、抗菌、防臭、ダニ退治もできて、8時間までのオフタイマーもついてます。温度調整は25、30、35、40、45、50の6段階のようです。色はライトベージュ、ブラウン、グレーとダスティーピンクの4色ですね。それで中にですね、グランフェシートというのが入っていて、それが暖かくなるようです。これが中心に3枚入ってるみたいなんですけど、中にいますね、シートが。これちょっと測ってみます。うわ、わからないかな。ちょっとサイズはわからないんですけど、入ってるのが真ん中、縦に1、2、3枚で入ってる感じです。なので横とかは入ってないんですよね。グラフェンシートっていうのが1、2、3、こういった形で入ってるようです。布団の構造はサラサラなフランネル生地、その下が蓄熱綿が入っていて、この真ん中で言うとグラフェンシートが来て、その下に繊維がものすごく細かいシンサレート、これが熱を絡めて暖かさを保つようなんですけど、そしてまた蓄熱綿でフランネル生地っていう6層構造になってます。で端はこういったカバーのループが6箇所、4つ角とサイドの計6箇所ついてます。これを使用していて、あんまりあったかくないなーって時は、表裏を逆にするといいみたいです。そうすると、グラフェンシートが体に近くなるってことですかね。っていうか、シンサレートが熱を逃がさないってことなら、体に近い方にグラフェンシートが来て、シンサレートで蓋をする感じの、この逆の使い方の方が正解な気がしますね。特に表と裏で生地が違ったこともないので、表裏逆の方が使い方としていいかもしれないですね。それでも寒い時はこの上に毛布をかけてグラフェンシートの熱を逃がさなければあったかそうですね。今室温15度なんですけど、このままでもあったかい感じですね。でもせっかくなので部屋で試すよりも過酷な状況の車の中で試したいと思います。車の中寒いからな。はい、車にやってきました。今外の温度がですね4度ぐらいで、車の中は
6度。もうそろそろ深夜1時になりそうです。結構寒いので、初めから逆側、裏面を使っていこうと思います。寒くなって我慢ができないようだと困るので、毛布1枚用意してあるので、朝方寒くなる時に使うか使わないかだと思うんですけど、用意はしてあります。服装なんですけど、ヒートテックに寝巻きにベスト、この形で今日は寝てみたいと思います。では早速電源を入れてみたいと思います。電源を入れると最初にこの掛け布団の温度が出ます。今6度ですね。で電源で温度を一番強い50度にとりあえずしました。これで今65ワット消費しています。今50度設定で使ってます。今つけてから5分ぐらいなんですけど、28度、5分前が7度で今が28度、結構早いですか。今29度になりました。現状中はあったかいんですけど、29度あるかって言われるとちょっとわかんないですけど、あったかいですね。もうこの温度で十分寝れそうな感じがします。はい、つけてから10分くらい経ちました。温度は今36度です。結構あったかくなってきましたね。もうこの上から触ってもあったかさが分かります。室温も今 5.3 度まで上がってきました。そうですね、こたつに近いかもしれないです。もうこの掛け布団自体がちょうどこたつの布団っていうんですか、あれと同じぐらいの厚み、サイズ感で気持ちよさなんですよね。で中からこうあったかくなってきて、本当こたつに入ってるような感覚ですね。ただあったかいのはやっぱり真ん中ですね。このシートが 1,2,3 って真ん中に入ってるので、こっちの両サイドの方はそんなにあったかくないんですけど、今こう真ん中にちょうどいて、それがあったかいので、そこまでこう冷たいっていう感じは全くないです。もう36度でちょっと暑いぐらいですね。もう一番低い設定の25度、これで朝まで行きたいと思います。それではおやすみなさい。温度が今30度なんですけど、こっち側が今10ワットとかです。今25設定にしたので、多分25を下回るとまた電気の方が動き出すのかなと思います。25度だとあったかくも寒くもないって感じなので、一旦30度で温まってみようと思います。上がるかな。上がった。今頑張ってくれています。せっかくなので毛布を1枚敷いた状態でも見てみたいと思います。おはようございます。ただいまの外の気温が 2.4 度で、室内の温度が 7.9 度です。外は結構寒いんですけど、中はそれほどでもないですね。電気掛け布団のおかげですかね。早速ですが、電気掛け布団を使用してみた結果、どうだったかというと、良かったです。ふわふわで強すぎない暖かさで、しっかり熟睡できました。本当にこたつで寝てしまったかのような感じになりましたね。車内の温度が7度ぐらいの状況で、温度の設定が25から35度ぐらいの設定にしてみたんですけど、十分暖かくなりました。ただ布団と体との間にできた空間とグラフェンシートが入ってない両サイドは少し寒かったです。このままで朝まで寝れたんですけど、せっかく毛布を持ってきたので、これを
かけてみたところ、少し重くはなるんですけど、フィット感がぐっと増して、隙間がなくなって、保温力も上がって良かったです。気温が低い時は毛布1枚かけるといいですね。電気毛布と比べると一番いいところはこのふかふかなところですかね。それと中に入ってる熱線とかを感じないところですかね。この掛け布団はシートを少し感じますけどね。あと掛けの毛布だと寝返り打ったりしているといつの間にか端の方に寄ってたりして意味ないじゃんって時があるんですけど、この布団の場合はそういうのがなかったです。敷きの電気毛布と比べると電気カーペットとこたつどっちが好きかなっていうところになりますかね。これは好き好きだと思うんですけど、敷きは安定、布団は気持ちいいって感じですかね。はい、ということでこの電気毛布結構良かったなと思うので、今年はこれを使っていきたいなと思います。皆さんもよかったら参考にしてみてください。それではまた。